皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。本業は漁業の DIY ヤーが築51年の平屋をリノベーションしています。前回内装の解体が完了しました。今回は床下の湿気対策とシロアリ対策、それから断熱から床張りまでを行っていきます。あっという間に9月に入ってしまいました。まだまだ残暑厳しいですが、時間も限られているのでガンガン進めていきたいと思います。この平屋は谷合に建築されていることも影響していると思うんですが、地面から湿気がかなり上がってきている感じがありました。湿気が多いと当然木が腐ったりシロアリの被害を受けやすくなってしまうので、柱や土台を長持ちさせるために湿気対策と防御処理を行っていきます。まずは掃除をしてから躯体に防腐防御剤を塗っていきます。使用する薬剤はこちらですね。前回の物件と同じ大工さんおすすめのシロアリスーパーファイを使います。前回は2リットル缶を都度購入していたんですが、結構な量を使うので、今回は一番大きい14リットルを購入しました。これは水性なので匂いもきつくないのがいいですね。これめっちゃ入れにくいです。もったいないことをしてしまいましたね。こぼれすぎてもったいないのでポンプを買ってきました。色はクリアとオレンジがあります。前回はクリアを使っていたんですが、途中で塗った場所が分からなくなることがありました。オレンジの方は塗った場所が目視で確認できるので、塗り忘れや塗り残しが分かりやすくなります。壁裏や床下などの隠れてしまう部分に塗る場合はオレンジの方が作業性がいいと思います。床下のすべての木材と床上1メートル程度までの木材を塗装します。電動のスプレーガンで塗っているんですが、ハケとかローラーよりもかなり時間短縮できる上に、ハケで塗れないような入り組んだ場所へも塗装ができるので、これはめちゃくちゃはかどります。塗装が完了したら防湿シートを敷いていきます。防湿シートは破れやすいので、あらかじめ石や釘なんかの尖ったものを取り除いておきます。こんな感じでつかのある部分はカッターで切れ込みを入れながら巻き込んでいきます。基礎の立ち上がり部分も 15cm 程度立ち上げます。シート同士は 15cm 程度重ねて防湿テープで留めていきます。最後にシートがめくれないように摩擦土で使い石と基礎周りの立ち上がり部分に重りをしていきます。補強用の金物を元に戻して床下の処理が完了しました。次に床張りをしていきます。まずは大いびきや土台の高低差を見るために根太を大体の場所に配置します。根太は元々のものがほぼ再利用できたので、シロアリスーパーを塗って再利用しました。結構重くて密度の高い材だったので、むしろホームセンターで売っている根太よりもいい材料でしたね。大引きと土台の傾きをレーザー水平器で確認します。使用していた水平器の調子が悪くなってしまったので、新しくボッシュのレーザー水平器を購入しました。レーザー水平器は10万円以上する製品もあるんですが、さすがに手が出ないので中間クラスの性能と価格帯で選びました。外観のデザインも武骨な形とカラーが結構気に入ってます。電子照準方式といって、ある程度自動で機器の水平を設定してくれる機能がついてるんですけども、これが結構便利でした。すべての大引きと根太の交差部分にスコヤを当てて、レーザーのラインの高さを測って書いていきます。やっぱり古屋は多かれ少なかれ傾きがあるみたいです。フロア全体の高低差を測定したところ、一番高いところと低いところで 21mm の高低差がありました。
数字が大きい方が低くて小さい方が高くなっています。通常はですね、一番高いところを基準にして低いところにスペーサーをかまして高さを上げていくんですが、高い場所はほんの数箇所だったので、そこだけ根太を削って低くしていきます。今回はですね、工期短縮の一環として合掌工法という厚さ 24mm の合板を大引きに直接打ち付けて強度を出す工法にしようと考えていたんですが、これだけですね、高低差があると調整が難しくなってしまうので、一般的な根太工法という根太を大引きに打ち付けて、その上に床を張っていく工法を取ることにしました。根太の位置を決めて大引きと土台にビス打ちしていきます。ビスはですね、長さ 90mm のものを使います。スペーサーは厚さ 9mm と 12mm の針葉樹合板の端材と、元々の壁に使われていた 4mm の化粧合板を小さくカットして用意しました。あとですね、1mm と 2mm の微調線に使う板は根太の廃材をスライド丸ノコで薄くカットして用意しました。これを組み合わせて高さを合わせていきます。根太はですね、通常 33mm 間隔で取り付けするんですが、根太の本数が多くなるとその分高低差の調整や断熱材のカット作業が多くなるので、合板は 12mm 厚の倍の 24mm 厚にして根太の間隔を 45.5mm に広くして作業量を減らせられるようにします。12mm の針葉樹合板が1枚1000円程度で 24mm は1枚3000円ぐらいするので、材料費としてはですね3倍程度になってしまいましたが、作業日数は2日ぐらいは短縮できたと思います。それにしてもですね、ウッドショックで合板もね結構値上がりしてしまいました。新築だと使用する木材も多いので、今だとですね木材の材料費が2倍とかになってしまっているそうですね。またね落ち着けばいいんですけど、これからどうなっていくんでしょうね。今から新築を検討される方はですね、ちょっとね悩ましいタイミングかなと思います。根太の取り付けが終わったので断熱材を入れていきます。断熱材はスタイロフォームの 35mm 厚を使います。根太の間に挟み込んでいくんですが、断熱材が落ちないように WZ ビンという金物を取り付けます。これはですね 45mm 角の根太で、断熱材が 35mm 厚用の WZ ピンになります。断熱材用のノコに交換して断熱材をカットします。スタイロフォームをカットするときは T スライド定規を装着して幅をセットします。ノコの出を断熱材の厚みより 1mm 程度少なくしてカットして、最後にねパキッと割ります。そうすることで下に積んだ断熱材を傷つけずに仕事することができます。隙間があるとですね気密が取れなくなってしまうので、カット幅は根太の間にギュッと押し込んで入る程度の設定にしています。少し緩かったところと断熱材の継ぎ目に気密防水テープで封をします。本当はね全体に貼った方がいいとは思うんですが、一巻き 25m が500円するので、全体に貼るとねなかなかの金額になってしまいます。なのでしっかりはまっているところは省略します。24mm 厚の針葉樹合板を並べていきます。床の剛性を上げるために千鳥張りにします。柱の形に合わせて切り欠きを入れながらはめ込んでいきます。はい、こんな感じでね綺麗に収まりました。隙間ができないようにハンマーで叩いて詰めながら細ビスを根太に打っていきます。
これは水道の給排水パイプ部分の穴開けをやっているところですね。位置を測ってそれぞれのパイプ径より少し大きい穴を開けます。今回の水道工事はですね、キッチンの移設と洗濯機置き場と洗面所の新設、それからユニットバスへの交換と旧洗面所の廃止になりますが、今回もねお世話になっている職人さんにお願いしました。はい、こんな感じでうまくいきましたね。バッチリハマると結構気持ちがいいです。最後に勝手口の上がりかまちを補修します。腐ってはないんですが、木が削れてボロボロになっています。この類の補修は削ってきれいにする方法と木やパテで傷を埋めて形を整える方法がありますが、今回はですねパテで傷を埋めて補修します。パテが乾いたらサンダーで仕上げします。その後ルーターで面取りをします。最後に塗装をして補修完了です。はい、いい感じね、綺麗に仕上がりました。はい、最後の1枚をはめて床張りまでの作業が完了しました。値段を減らせたことで作業時間はですね、半分とまではいかないんですが、かなり短縮できたと思います。コストは上がってしまいましたが、床のたわみもなくて本当にね 24mm 厚にして良かったですね。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。質問とか感想なども気軽にコメントいただけたらと思います。次回はですね、一番大変だった風呂の解体からユニットバス用の土間打ちまでをお送りします。ついにねこれも買っちゃいました。ぜひご覧ください。